こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック25になります。今回は違いを出したいミセスショートの切り方を行います。多くのお客様が意外と人との違いが欲しいと思っていてもなかなか提案されない。お客様にはこれがお似合いですよ、これがおすすめですと言ってくれる美容師を探しているものです。そういったこともあり、思い切った提案もすんなりと取り入れてくれます。今回はそんなミセスのためにヘアの一部を長くするだけで柔らかさと雰囲気が出るミセスショートカットを行います。前回使ったウィッグを使用して練習してみましょう。ですのでバックセクションは前回と同じ切り方で丸みのあるショートレイヤーにカットします。今回も動画と同じ場面に図解を配置しています。気になるところは動画をストップして見比べてみてください。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。今回のウィッグはミセスショート動画でお見せしたウィッグを使いカットします。ですので全般のバックの切り方は同じです。では早速動画をご覧ください。まずブロッキングですが、前頭部と後頭部を分けます。分け方はトップの髪が前頭部と後頭部に自然に分かれる少し前側から耳の付け根の中心に分け取ります。耳上2センチぐらいからバック中心部、頭の一番出ている付近より少し下にカーブに分け取ります。次にセンターで分け取り、縦スライスに近い斜めスライスでオンベースでカットします。取りましたら横顔を見て襟足の長さをイメージしてグラデーションの角度でレイヤーにカットします。次もガイドが見えるぐらいに分け取り、縦スライスに近い斜めスライスでオンベースにカットします。次のパネルも同じように取りますが、下側は三つ襟部分に分け取りカットします。こうすることで下のアウトラインが水平になります。次のスライスラインからアウトラインが前上がりになります。そのポイントは三つ襟部分です。次は斜めスライスで分け取り、オンベースにカットします。この最後の方もオンベースかどうか確認しながらカットを進めます。こうすることで生え際に沿ってアウトラインの段差がこのようにつき、オンベースでカットすることで頭の丸みに沿った形にカットすることができます。オンベースでこの位置、次はここ、次もオンベースといったようにカットしていきます。反対側も同じように三つ襟部分まで分け取り、オンベースで下のアウトラインが床と平行に切れているかどうか確認しながらカットしていきます。次のセクションからオンベースを強く意識してカットを進めます。こうすることで生え際に沿ってアウトラインの段差がこのように出て、次にバックサイドに回り V ラインスライスで
毛束を取り、チェックカットを2パネルぐらい行います。もちろん反対側も同じように2パネルぐらい V ラインスライスでカットします。するとバックから見たときにはい、次に襟足部分を毛束の長さ半分くらいから毛先に向かってそぎを入れていきます。反対側も同じような流れになるようにそぎを入れていきます。次に毛先の表情をつけていきます。反対側も同じように毛先にそぎを入れて雰囲気を出していきます。なるべく髪が首に沿っていくように入れていきます。次に頭を四角くイメージして対角線上の位置からバックに向かってブロッキングします。センターできれいに斜めに溶かして縦スライスに近い斜めスライスに取り、オンベースで下のガイドの流れを見ながら毛束は徐々に床に平行に持っていきながら切り上げます。同じようにスライス幅を一定にしながらオンベースでカットを進めていきます。切り上がりましたら横スライスで取り楕円にきれいに切れているかどうか確認します。こちら側もこのように丸く切れていれば OK です。このように丸く切れていれば左右同じようにオンベースでカットできている
ということになります。もしできていないようでしたら、もう一度斜めスライスに取りチェックカットを行います。では次のセクションです。トップセクションは頭を四角くイメージして、その対角線上からバックセンター中心部に向かって三角形に毛束を取り、頭頂部の丸みに沿ってカットをします。そうすると、こことここの長さが同じになります。次にバックセンターから縦スライスに取り、下と上をガイドにカットします。次も縦スライスに取り、オンベースにカットします。次に斜めスライスに毛束を分け取り、先ほどのガイドを切り落とさないように下のガイドの流れから上に向かって切れるところをカットします。反対側も同じようにカットします。次にバック中心部から斜めに溶かし、斜めスライスで毛束を取りチェックカットをします。先ほどと同じようにここのところを切り落とさないようにカットしていきます。そうすることでバックセクションは丸みのあるレイヤーができました。次にフロントトップセクションは目尻の上がったラインに取り、このようにブロッキングをします。ではバックセクションをガイドにオンベースでフロントサイドもカットしていきます。次の部分も縦スライスに近い斜めスライスでカットします。次のスライス、耳の付け根の中心部、図解で矢印が書いてあるところです。ここから少し前が長くなるように、少しだけ前下がりになるように後ろ方向に引き、ややオフベースでカットをします。はい、次のパネルももみあげ部分を残したい分量を残し、同じようにカットします。最後の部分、もみあげ部分を残し、少しオフベースでカットします。そうしましたら、もう一度横スライスに取り、チェックカットします。反対側も初めはバックセクションをガイドにカットします。同じ要領で耳の付け根の中心部まではオンベースでカットします。次は左右対称になるようにカットしていきます。
横スライスに取りチェックカットします。左右対称かどうか確認します。トップセクションは前回カットしましたのであまり切るところがありません。前髪部分を流したい方向と反対方向に引きカットします。こちらの方は長いまま残します。トップ部分と横の部分は基本的につなぎません。トップバックセクション部分を引き上げ、バックをガイドにチョップカットします。次のセクションはこの耳の付け根の中心ぐらいの位置でチョップカットを行います。次に耳周りの毛先の表情付けを行います。こちらの耳周りも同じように行います。次にウェットでのそぎを行います。まず耳周りの毛先の表情をそぎで行います。フロントサイドは毛先に行います。反対サイドも同じようにそぎを行います。顔周りの毛先の表情を見ながらそぎをしていきます。はい、ウェットカットの終了になります。次にドライにして足りないところのそぎを行います。ではざっと髪をよく揺らしながら乾かしていきます。大まかですがスタイリングしながら乾かします。
乾きましたので、全体を見て足りないところに削ぎを行います。まず前髪をスライドカットの表情が出るように、このように削ぎばさみを入れていきます。次にギザギザにスライスラインを取り、毛束の中間部分をチョップカットして髪の立ち上がりをつけていきます。トップまでこのようにウィービングチョップカットを入れていきます。そうすることでトップが立ち上がりやすくなり、ボリュームが出やすくなります。あとはスライドカット風に空間をつける削ぎを行います。全体をよく見ながら仕上がりをイメージしてドライの削ぎを行います。できましたので、ドライヤーで形をつけていきます。バック中心部より前方方向に髪を手ぐしで乾かしていきます。風で髪が動く様子を見ながらよく動かして乾かしていきます。髪の方向性も見ながら乾かしていきます。次にワックスを中間から毛先にまんべんなくつけて整えます。毛先の表情付けをしながら仕上げていきます。ここのところをつながらないようにすることや、サイドと前髪やもみあげが長いことで柔らかさが出ます。またもちろんもみあげ部分を耳にかけたりすることもできます。はい、仕上がりました。このような感じに簡単に仕上げてみました。はい、仕上がりです。少しアレンジして仕上げてみました。
はい、今回は人との違いを出したいミセスショートをカットしてみました。前髪やもみあげを長く、しかもフロントサイドとトップ部分をつなげないことで髪に動きと柔らかさが出やすくなります。しかも人との違いや個性も出しやすくなります。このカット方法も新鮮なニュアンスの出しやすいミセスショートレイヤーです。あとはあなたの練習やアイデア次第です。それでは皆さんまたお会いしましょう。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載してますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。